汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン。人が作りし奇跡の巨人エヴァンゲリオン初号機がリアルグレードとなって登場。今宵はこのガンプラをレッツクラフティン。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット、リアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機デラックス輸送台セット。パッケージアートがめちゃめちゃかっこいい。いや、エヴァンゲリオンシリーズがリアルグレードから発売されるなんて激アツですね。箱は結構薄めなんですが、中身はどうなってるんでしょうか。早速開けてみましょう。じゃんとこんな感じ。とにかくパーツが小さいですね。そしてリアルスティックデカールが結構入ってますね。黄色い大きいやつは輸送台のシールでしょうね。そしてこちら AT フィールドも付属してます。劇中のあのポージングを再現できるってわけですね。では早速作っていきましょう。まずはニッパーを使ってパーツを全部切り出していきます。使っているのはタミヤさんの先細薄刃ニッパーです。今カットしているのは輸送台のパーツなんですが、ゲートがかなり太いですね。こういった太いゲートの場合はパーツをえぐりがちです。続いてゲート跡を2度切り。いつもはこのアルティメットニッパーを使うんですが、こんな太いゲート跡だとちょっとえぐれそうなんで、今回は普通のニッパーを使います。パーツがえぐれないように若干ゲート跡を残し気味で切っていきます。ゲート跡はこんな感じ。かなりがっつり残ってますね。パーツの2度切り完了です。見ていただいたら分かりますが、かなり一つ一つのパーツが小さい。これはなくしそうだな。まずは輸送台だけ仮組み。底の部分のシルバーパーツがいいですね。全体的に非常にミリタリーな仕上がり。これはかっこいいな。パーツの表面処理をしていきましょう。いつもはこちらのマジックヤスリを使うんですが、今回は非常にパーツがちっちゃいので、これではちょっと厳しいですね。なので今回はこちらのちっちゃい紙ヤスを使っていきます。このヤスリも非常におすすめです。まずはゲート跡をデザインナイフできれいに削って紙ヤスでヤスっていきます。指しか見えてねえじゃん。はい、こんな感じで全てのパーツをヤスっていきます。こんな感じでパーティングラインが入っているパーツも結構あるので、それもきれいに消していきます。ちなみにパーティングラインというのはプラスチックを成形する際にできる不要な線のことです。こんな感じで消していきます。もうちょっと削らないとダメですね。パーツの処理が終わったら一度洗浄機で洗います。めちゃくちゃちっちゃいので排水口に流さないように注意が必要ですね。流れていった日には目も当てられません。まずは水を注いで洗浄機にセット。電源を入れて超音波洗浄機スターティン。塗装準備。持ち手棒をつけます。多分パーツはなくしてないはず。今回はグラデーション塗装をやっていきたいと思います。なので新しくエアブラシを買いました。タミヤさんの 0.2mm。 エアブラシが3本になったので、こちらのエアブラシハンガーも購入しました。ロングタイプなので水抜き用のレギュレーターなどをつけたエアブラシでも大丈夫。こんな感じで取り付けてハンガーにエアブラシをかけておきます。こうなりました。いい感じですね。作業しやすい。ちなみにエアブラシは4本までかけれるので、こんな感じで下の方にもつけれるんですね。どちらでもお好きな方をどうぞ。塗装していきましょう。まずはフレーム部分、スターブライトアイアンとスターブライトジュラルミンで塗装します。こちらがエヴァのフレーム。なんかこのサイズ感だと手羽先みたいですね。エヴァの内部フレームはめちゃめちゃ柔軟です。この背骨の部分なんかもすごいよく曲がるんですよね。ブリッジも楽勝です。フレームは組み立てた状態で一気に塗っていきます。サフも使いません。パーツが非常に小さいのでクリアランス確保のために塗面をできる限り薄く仕上げたいんですよね。塗り終わったフレームがこちら。ギラッギラだわ。同様に足のパーツなども塗っていきます。何でしょうか、焼き鳥を思わせますよね。こちらの仕上がりはこんな感じ。塗装前後で比較するとこうなります。塗り終わった方はターミネーター感が出てますね。
あまりエヴァの内部をメタリックっていうのを聞いたことないんですけど、仕上がりはどうなるんでしょうか。楽しみです。シルバーのパーツはスターブライトジュラルミンで、輸送台の下の部分のパーツです。このパーツもサーフェーサーなしの直吹きでいきます。直接メタリックを塗装すると結構金属感が出るんですよね。仕上がりはこんな感じ。アンビリカルケーブルのコンセント的なパーツもシルバーに塗装。仕上がりはこうなりました。小さいパーツは段ボールに両面テープを貼って一気に塗っていきます。このキットほとんどが塗料が乗りやすい PS 素材なんですが、このパーツだけは ABS 素材なんですね。ABS はそのままでは全然塗料が乗らないので、こちらのガイアマルチプライマーでコーティングします。塗り残しがないようにしっかり塗っていきます。乾燥後も表面が少しベタベタするんですよね。なのでプライマーとフグは早めに塗装した方がいいでしょうね。次に外装パーツを塗装します。このキットのために購入しましたエヴァンゲリオンカラーです。この塗料、色の再現度がすごいんですよね。グリーンの成型色と比べるとこんな感じです。エヴァオレンジ、エヴァパープル、エヴァレッド、あとは全てサーフェーサーなしで直吹きで塗装していきます。多分サフを使うと結構モールドが埋まっちゃうと思うんですよね。オレンジの塗装前と塗装後、左が塗装後ですね。結構色が違いますね。ちょっと間違えたかも。エヴァレッド、成型色に同じ色を塗るんで全然違いが分かりません。エヴァグリーン、ちなみにエヴァグリーンには蛍光カラーもあるんですが、今回は普通のやつを使いました。塗装前塗装後、左が塗装後ですね。少し深みが出ました。グラデーション塗装していきます。まずはこちらのネイビーブルーでシャドウをつけます。シャドウ拭きのために購入した 2mm のハンドピース。カップの大きさはかなり小さいですね。いつもサフを拭いてるやつと比べると大違い。まずはエッジ部分にシャドウ拭きしていきます。このグラデーションの方法っていうのはいろいろとやり方があると思うんですが、これはクラフターのやり方です。こんな感じで陰影をつけます。これをパープル色の外装全部に施します。何度も言いますが、パーツが小さいので結構難しいですね。というかフィギュア系のモデラーさんはいっつもこれよりも小さいパーツを塗ってるんでしょうね。素直に尊敬です。エヴァの場合は筋彫りがほとんどないので、こういった感じでグラデーションで質感を出していくのがいいでしょうね。続いてエヴァパープルを上から塗っていきます。エッジ部分のシャドウを残すように中心から外側に向かってグラデーションをかけていきます。このパープル結構隠蔽力があるので、厚塗りしすぎるとシャドウ部分が消えてしまいます。汚くならないように本当にわずかにシャドウを残します。輸送台を塗装します。まずはメカサフ。先ほどと違って途端に雑になってます。メカサフの上からグリーンで塗装。色を塗るのでメカサフの意味はあんまりなかったですね。塗装完了しました。では組み立てていきましょう。このキットは素直にすごいです。まず見た目がめちゃめちゃかっこいい。胸の部分のカーはクリアパーツですね。これも細かいな。そしてデザインが優れてるだけではなく稼働もすごいんですよね。この柔軟度、美観と機能性の両立、ほんと素晴らしいキットです。コアの部分にはおなじみのこの形状のカバーをかぶせます。見えないところにも工夫がなされてますね。胸部アーマーも素晴らしい。かなり作り込まれてます。このように2箇所のボールジョイントでつなげる感じですね。これによって肩の関節をこうやって動かした際にこの大胸筋の部分が動くんですよね。これはすごいな。首のパーツもすごい。この可動、ガンプラの場合は2個ぐらいしかパーツないですからね。こちらは顔のパーツ、めちゃめちゃ小さい上に完成度も高い。こんな感じで暴走モードも再現できますね。リアルグレードだからなのか、それともエヴァだからなのか、とにかくバンダイさんの本気度が伺えます。足のパーツも細かいです。こんな感じで多面構造になっていて、パズルのピースのようにはめ込んでいきます。ガンダムの場合は太もも前後2パーツですからね。だいたいデザインもさることながらとにかく作ってて楽しいキットです。つま先のパーツ、
こんな感じで曲がります。足の裏も細かすぎる。足の甲にはグリーンの装甲、ボールジョイントになっています。膝関節、この部分が動きます。全体には汚くならないようにうっすらとグラデーションをかけていますが、ちょっと動画では分かりにくいですね。そしてこのキット、ハンドパーツがめちゃめちゃあります。グーやパーやトリガーのハンドパーツ、クワって感じのハンドパーツもあります。拳の部分にはシルバーパーツをはめるんですが、全部バラしてるのでどれがどれか全然分かりません。これは誤算だったな。いや、奇跡的に全部はまりました。ひょっとして無理やりはめ込んでるのもあるかもしれない。リアリスティックデカールを貼っていきます。これいつも思うんですけど、このデカールが水転写式だったらなぁと思うんですよね。でも実際リアルグレードってあんまり塗装しないんでしょうね。大きいシールは結構難しい。ずれないように慎重に貼っていきます。水転写式でなくてもこのように水につけると少し貼りやすくなるんですよね。接着力が一時的に弱まると言いますか。このように濡れた状態で貼ると位置合わせがしやすいです。あと気泡も入りにくくなります。さすがにリアリスティックデカールだけではダッサダサなので、水転写式デカールも少し使用します。位置調整して水分を優しく拭き取ります。次に墨入れしていきます。墨入れ箇所はそんなにないですが、タミヤさんのエナメルブラックで墨入れしていきます。頭部パーツはしっかりと墨入れしておいた方がいいでしょうね。部分塗装します。フォーアーティストマーカーゴールド。このハンドパーツの丸いところはゴールドみたいなんですが、ほとんど塗っても違いが分かりません。この部分もですね。そんなこんなで作業完了。組み立てていきましょう。いや、しかしこのボディパーツかっこよすぎ。まずは足を取り付けます。ガンプラと全然違うのですごく新鮮な感じがします。めちゃめちゃ楽しい。しかしエヴァンゲリオンってスマートですよね。陸上選手みたいなプロポーション。腕を取り付け、この筋肉の繊維みたいなのがいいですよね。そしてこの肩のパーツ、ここにはプログレッシブナイフがこんな感じで格納できるんですね。これすごいな。そして反対側にもしっかり締めておきましょう。そして肩のパーツを取り付け、ここはボールジョイントになっていて可動は良好です。なかなかはまらない。いや、かっこいい。そして頭部を取り付ければ顎も動くエヴァンゲリオン初号機の完成です。クラフタチャンネルリアルグレードエヴァンゲリオン初号機デラックス輸送台セット。ちなみに輸送台がついてないバージョンも発売されています。でも個人的にはこのアンビリカルケーブルのあたりめちゃめちゃかっこいいので、輸送台セットをおすすめしたいですね。ギミックの方を解説しておきましょう。この輸送台の部分には肩と腕がこのように脱着可能になっています。もちろんエントリープラグも付属してますよ。後ろの走行部分をこのように開けて、ここも開きます。そしてここにエントリープラグを差し込めるようになっています。もちろん差し込んだ状態でハッチを閉めることも可能。プログレッシブナイフには専用のハンドパーツが付属してます。可動域はめちゃくちゃ良好で、こんな感じの躍動感のあるポージングも余裕でできます。ただ足の裏が小さいので少しバランスは工夫が必要です。 209mm アサルトライフル、こちらにもトリガー状態の専用ハンドパーツが付属。こんな感じで取り付けられます。ホールド感は抜群です。膝立ちで射撃姿勢、このポージングも楽勝です。関節には全然余裕がありますね。
というかこのプラも本当にかっこいいわ。すごいね、ここまでプラモデルが進化したかって感じです。ハンドパーツもいろいろあるので使ってみましょう。こちらはクラウチングスタートっぽいポージングからの猛ダッシュ。こういったバランスの悪そうなポージングでもアンビリカルケーブルをつなげば意外と立たせられることに気づきました。なんと言うんでしょうか、こんな完璧なつま先立ち見たことないよ。お約束のあのポーズも再現可能。こちらの AT フィールド、これを使ってハンドパーツに取り付けてサキエル戦での AT フィールドこじ開けシーンを再現。正確には中和っていうんですかね。そのシーンでのディスプレイも再現可能となっています。はい、というわけで今回はリアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機デラックス輸送台セットのレビューでした。リアルグレードでエヴァってだけでもう胸熱ですけど、このキットはマジでクオリティ高いです。この輸送台セットの場合は税込みで7150円とちょっとお高いんですが、資金に余裕のある方だったら絶対買った方がいいと思いますね。デザインよし、稼働も良好、そしてなおかつ作っていてものすごく楽しいキットでした。エヴァ好きだけではなく全てのプラモ大好き人間におすすめしたいキットです。今回使用したキットやツール類に関しては動画の概要欄に詳細を載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。